はい、おはようございます。八郎です。寒いです。寒いです。今日はですね、すき焼きを作ります。市販のすき焼きのタレを使ってすき焼き作る方多いんじゃないかなと思うんですけども、すき焼きのタレも作ってみようと思います。あとですね、豆腐をですね、この場で炙って焼き豆腐を作ってみようかなって思ってました。それからですね、すき焼きを食べ終わった後、余ったスープを使って美味しいものを作りますので楽しみにしてください。じゃあ早速やってみましょう。まずですね、すき焼きに欠かせない割り下を作っていこうと思います。割り下地の略で割り下っていうんですけど、割り下地の下地は醤油のことです。醤油を他の調味料で割って味わいを楽しむ合わせ調味料のことを割り下っていうんですね。すき焼きだけじゃなくて天丼とかカツ丼とか親子丼とか活用できるものなので、ぜひ皆さん作って食べてみてください。必要なのはですね、全部で4つです。まずこれ日本酒、それからみりん、そしてベースとなる醤油、最後に砂糖。この4つを使って割り下を作っていきましょう。だいたい比率は決まってます。この比率さえ間違わなければ美味しい割り下が作れますので、ぜひ割り下の割合覚えてみてください。3対3対3対1です。日本酒が3、みりんが3、醤油が3、それに対して砂糖が1。じゃあ早速やってみましょう。日本酒とみりんを一度火にかけてアルコールを飛ばします。日本酒、みりん、はい、めっちゃいい匂い。火をちょっと弱くして、ここにお醤油と砂糖を足していきましょう。醤油ドゥーン、砂糖バーン。弱火で砂糖が溶けたら OK です。これで割り下完成です。これは後で使います。焼き豆腐を作っていきましょう。焼き豆腐って言っても豆腐の表面を焦がすだけなんです。今日持ってきたのはこちらです。スキレット、いわゆるダイソースキレット M サイズってやつですね。大好き M ってやつです。スキレットの上に乗せます。おいで、はい、おいで、はい、よし、はい。焼き目をつけるのに使うのがこれですね。ガスバーナー。普通の豆腐でいいじゃんって思われる方もいらっしゃると思うんですけど、焼き豆腐作るとですね、この表面の焦げがですね、いい風味なんですよ。でなおかつ焼くことによって表面がちょっと硬くなってですね、煮崩れしづらいので、ぜひこうやって焼き豆腐を作って食べてみてください。いいんじゃないでしょうか。焼き豆腐です。豆腐を切ります。ご家庭でやるときは大きめに切ってもいいと思います。お豆腐を一旦逃がします。ネギと牛肉を焼いていきましょう。ネギの焼き方なんですが、牛脂を使います。ネギもですね、豆腐と同じで焼き色をつけることによって香ばしさが出て最後の風味に影響しますので、ネギは必ず焼いてください。はい、はいはいはい、いい感じですね。ほら、こんなんですよ。絶対美味しいやつ。今食べちゃダメです。ここはぐっと我慢ですね。焦げ目がついたら一度逃がしておきましょう。おいで、こっちおいで。はい、ついに皆さんお待ちかねの牛肉行こうと思います。はい、せっかくお友達が来てくれてこのすき焼きを食べてくださるというので、高い牛肉買ってきました。見たらわかる美味しい牛肉。こちらはですね、岩手県産黒毛和種の牛肉でございます。グラム800円。じゃあこちらを焼いていきましょう。はい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 。もういいでしょう。もういいよ。はい、火を止めて。はい。うわ、うまそう。ほら、早くしないとほら牛肉硬くなっちゃうよ。ほら、急いで。はい、残りの具材を乗せていきましょう。えのきだけ、ネギとお豆腐を鍋に戻しましょう。今日はお友達がカメラを回してくれてるんですけども、一人でカメラを回して作って食べて、どうしても一人なので虚空に向かってなんかよくわかんないことを言っているっていう時間が1時間とか2時間続くわけですよ。結構苦痛なんですね。今日はですね、僕と僕の4人で掛け合いをしてみようかなって思ってます。はい、じゃあ早速やってみましょう。春菊も乗せていきます。お、いいぞいいぞいいぞ。美味しそうだ。いいぞ。春菊はほろ苦くて、なるほど、風味がとてもいいので、ああ美味しそう。欠かせないですね。ネギは豆腐を入れるんですね。いいですね、いいですね。美味しそうだ。いいな。早くできないかな。そして椎茸ですね。はい。椎茸こんな感じで皮
飾り包丁を入れています。見た目もすごく可愛くていいんですけども、中までちゃんと火を通すっていう役割あるので、飾り包丁めんどくさがらずに必ず入れてください。今回椎茸とえのき、きのこが2種類入るんですけども、きのこ生のまま食べるととっても危険なので、必ず火をしっかり通して食べてください。そして忘れちゃいけないのが白滝ですね。食感が楽しいので入れた方がいいですね。はい、そしたらこちらに割り下を入れます。これを火にかけてすき焼きの完成です。それではすき焼きをいただきたいと思います。いただきます。では卵を割ります。お肉からいただきたいと思います。すごくいい匂いがします。ため息が出るような美味しさです。ちょっと楽しみにしてた焼き豆腐いただいていいですか？ほんのり焼き目がついていて、香ばしい香りが口いっぱいに広がります。ガスバーナーで自分で炙って作るのいいなってちょっと思いました。ふかふかの白米に牛肉で卵の風味もあって圧倒的な美味しさっていう感じです割り下が砂糖少なめなのでご飯にすごく合います。こんなに美味しい思いをしていいんだろうかっていう残った割り下とご飯、卵を使っておじやを作っていきたいと思います。この待ってる時間のこの期待感がおじやを美味しくするわけですよね卵を入れます。これはもう絶対美味しいですよ。それではいただきます。未だかつてこんなに米の甘みを感じたことがあったでしょうか。スキレットでおじやを作っているので、ちょっとね底面に焦げができてるんですよ。卵かけご飯の贅沢版。いやこれいいな。スキレットで自分だけのすき焼き贅沢ですね。